はい、こんにちは、梅野です。本日はメソコタイヤの紅葉を撮っていきましょう。はい、そしたら1枚目ここから撮っていきましょう。今ちょっと白飛びして分かりにくいんですけども、あそこにメソコタイヤの並木がありますので、そこを撮っていきます。で、普通に撮っていくとどうしてもこう緑とか他のところが入ってしまって、色の対比になってもいいんですけれども、まず紅葉の綺麗さを撮りたいので、上の部分、そこの空の部分とこのメソコタイヤのとこを切り取って撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。葉っぱ全体にピントを合わせたいので F 値は11に設定しました。この場合でシャッタースピードが60分の1秒出すために ISO 感度が2500になっています。速攻モードはマルチパターン速攻を使って露出はプラマイ0で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントの位置はメソコタイヤの真ん中のちょっと右側に寄ったところにピント合わせで撮っています。そこが前後で言うとちょうど中間になるので F 値11にすることで手前の方も奥の背景の空もピントが合った写真になるかと思います。で、これ斜めに区切るような対角線構造を使って撮りまして、右側がメソコタイヤのオレンジ色で左側が青空という写真を撮ってみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこの位置から撮っていきたいと思います。せっかく並木になってますので、この並木の感じを撮っていきます。で、結構背の高い木になってますので、横構図で撮っても入ると思うんですけれども、これ余計なもの、写したくないものが結構入ってしまいますので、ここは縦構造を使って撮りたいところだけを切り取って撮っていきます。で、どうしてもチェーンをつけるための杭みたいなやつが映ってしまうんですけれども、カメラを下に置きまして、カメラを下に置いて、ローアングルから撮ってあげることで手前の部分、地面とかを前ボケに使いつつ奥の並木を撮っていきます。で、並木もよく見るとちょっと弧を描いている綺麗な曲線がありますので、そこも入れて撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。ここも並木全体にピント合わせて撮りたいので F 値は9に設定しています。で、実際のところ向けるとシャッタースピードが30分の1秒出てまして、焦点距離がだいたい 24mm で撮っていくので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイ0のマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ローアングルから縦構造を使って撮っています。ピントの位置は右側のメソコタイヤの木の3番目ぐらいかな、その辺にピント合わせて撮っています。F 値9にしてますので葉っぱ全体にはピントが合いつつ、ローアングルで一番近いところにある地面のところは微妙にボケていますので、目線が上の方に向くんじゃないかなと思います。で、画面全体にこのオレンジの葉っぱを入れてまして、で、左側のちょっと曲線を意識して撮りましたので、結構ダイナミックな感じの写真が撮れたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次は葉っぱ全体を撮っていきたいと思います。ちょっと並木のこのど真ん中に立った時に、この辺にポカンと隙間が空いてますので、そこを写真のど真ん中にして、で、周りの葉っぱに囲まれている、そういう感じの写真を撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。ここも葉っぱ全体にピント合わせたいので F 値は9に設定しました。シャッタースピード100分の1秒出すために ISO 感度は1250
出すようになっています。露出プラマイゼロのマルチパターンソックを使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントは写真のど真ん中ぐらいにピント合わせて撮っています。で、真ん中に空が空いてまして、空間が空いてるんですけども、そこを囲むようにメソコタイヤの葉っぱが囲んでくれていて、で木の枝もその真ん中の方に向かって斜めに生えてくれてますので、いい雰囲気で撮れたんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここから撮っていきましょう。下に水たまりができてまして、そこにメソコタイヤの並木が反射してますので、このリフレクションと並木自体を一緒に撮っていきたいと思います。で、下に反射させて、こっち側の木とこっち側の木が一緒に映るようにして撮っていきます。で、下のところにこの葉っぱが落ちてるんですけども、リフレクションする上では邪魔なんですけれども、ちょっと完璧に反射させるんじゃなくて、メソコタイヤのこの葉っぱを一緒に入れてあげることでちょっといい感じになるかと思ったので、こっちの角度から入れて撮っていきます。でもこの下を入れつつ、この上の並木も入れて撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。ここは下のリフレクションと上の並木とで水たまりに落ちているすごい手前の方にある葉っぱ、そこにピント合わせていきたいので F 値は14まで絞って撮っていきます。で、焦点距離 24mm で撮っていきますので、シャッタースピード25分の1秒出すために ISO 感度640に設定しています。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、そういった写真がこんな感じになります。ピントの位置はメソコタイヤの右端の木の部分、そこにピントを合わせて撮っています。で、上のメソコタイヤは横から今光が当たってまして、サイド光で当たってますので、オレンジ色が綺麗に出ているんじゃないかなと思います。で、下のリフレクションしているところは上と違ってちょっと暗めの色味で映ってまして、上と下のこの明るさの対比にもなって綺麗かなと思います。で、真正面から撮るんじゃなくて、道路の左側の部分からちょっと右側の方を向いて撮りましたので、ちょっとアングルがついたことでこの奥行き感も感じる写真になったんじゃないかなと思います。で、完璧にリフレクションさせるのも綺麗かと思うんですけれども、手前にちょっとこのメソコタイヤの葉っぱを入れることで、何を撮っているかっていうワンポイントになったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、最後は僕の好きなちょっとシックな感じの雰囲気で撮っていきたいと思います。ちょっと上のとこに上がってきまして、メソコタイヤの葉っぱを見下ろせる位置に来ましたので、ここからハイアングルで撮っていきます。で、光が当たっている葉っぱと当たっていない葉っぱとありますので、ここをハイライト重点速攻を使うことで、光が当たっている葉っぱがメインで撮れまして、他の葉っぱは暗くなってくれますので、光と影を使った写真を撮ることができるかと思います。で、葉っぱの後ろ、背景のところは緑色の葉っぱがありますので、そこが光が当たってまして、今白く映ってると思うんですけれども、手前にピントを合わせて F 値を低くすることで、背景は玉ボケにした状態で撮ることができると思いますので、ここから撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の葉っぱにピントを合わせて、背景は玉ボケを使っていきたいので F 値は 2.8 に設定しました。シャッタースピードは160分の1秒出すために ISO 感度が400になっています。露出はプラマイゼロのハイライト重点速攻を使って明暗さを強く出して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。
ハイライト重点速光を使ったことで光と影の部分を強調して撮れたと思います。ピントの位置は光が当たっているメソコタイヤの葉っぱにピントを合わせて撮っています。 F 値は 2.8 に設定しましたので、手前の方にあるメソコタイヤの葉っぱはしっかりピントが合っていまして、背景の緑の部分、光が当たってたと思うんですけれども、そこは玉ボケが綺麗に出てくれましたので、手前の光と影を意識した、シックな部分と背景の華やかなところが作れたんじゃないかなと思います。はい、本日はメソコタイヤの紅葉を撮影しに来ておりました。去年はマジックアワーの時間帯に撮りに行ってたんですけれども、今年は朝早い時間帯に来ましたので、マジックアワーとはまた違うサイド光の光で撮ることができました。これから、紅葉の季節になってくると思いますので、いろいろと撮影しに行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。Silent whispers in the wind as the sun begins to descend. Colors painted in the sky, a peaceful scene I can't deny. Gently playing on the keys, this melody will set you free. A soothing voice, soft and clear, embracing all that we hold dear. Let the music take you away to a place where dreams will play. In the twilight's gentle glow, where emotions overflow. Silent whispers in the